はい、どうもフルショーのりたかです。今日はですね、サイドステップがうまくできませんということで、来ておりますので、サイドステップをやりたいと思います。サイドステップのスタンプがうまくならない、ピックがうまくできません、テンポが速くなるとうまくできません。この3つが、非常に質問としては多いので、この3つをテーマにちょっとサイドステップフルショー的考察やっていきたいと思います。それではやってみましょう。はい、サイドステップですね。サイドステップはこういうステップですね。はい、というステップですね。まずスタンプがきれいにならないという質問からお答えしていきたいと思います。サイドステップというか、もうスタンプ全般の話ということになると思うんですけども、スタンプはですね、ベタで全部作る、こういうのをスタンプっていうわけですけれども、まずスタンプをきれいに出すための、意識ですね。ボールの金具、つま先の金具とかかと側の金具、これを両方を一緒に床に当てるというようなことで教わると思うんですけども、ここにちょっと意識的な問題点がありまして、両方を一緒に当てるっていうふうに2つに分けて意識を持ってしまうと、つま先とかかとと意識を持ってしまうと、これずれやすい感じになりますので、両方が当たるためにはどこを意識して打てばいいかっていうことですね。結果から言うと、土踏まずが足の真ん中になるので、土踏まずを床へポンとまっすぐつけるっていう意識を持つと、かかととつま先が同時につきやすくなるんじゃないかなと思いますので、ポイントとしては土踏まずを床に垂直に当てるということですね。で、これをサイドステップで使っていくわけですけれども、今度垂直に当てるためには、ここの、仙骨、背骨のね、骨ですけれども、骨盤かな、骨盤の真ん中にある骨を仙骨というんですけども、この骨盤を中心に肩幅よりも遠くに開きすぎてしまうと、ここから力を加えたいんだけれども、それが横移動に力が使われすぎて音として、鳴りづらいということになるんで、まず最初に肩幅ぐらい、もしくは脇ぐらいかな、肩幅の外よりも脇ぐらいまでで足の開きをコントロールして、まっすぐ降りるっていう感触、まっすぐ降りる感触を、備えていきましょう。こうですね。開きすぎるとこうブレやすくなっちゃう、斜めに入りやすくなりますので、まずは自分がコントロールできる幅っていうのを肩幅以内とセットして、肩幅以内でサイドステップ、スタンプが打てるようにしましょう。まずは意識してスタンプ。はい。で、相談の2つ目ですね。スタンプのピックがうまくならないと。ピックがうまくならない問題っていうのは、もしくは、ピック速くなると、そのステップの速さがサイドステップで出せないと。ピックが速くできないっていうことですね。この2つを解説していくと、まず1個目の問題っていうのは、このピックをするためのスタンバイが早くできていないっていうのが1つ目の問題になります。これがしっかりとした準備ができていないために、これが遅れてしまうということですね。肩幅以内でスタンプを下ろしたら、これをワンとするんではなくて、ワン、この準備まで含めて最初のステップ、スタートのステップとして入れ込んであげる、これが大事なんじゃないかなと思います。なので準備、スタンバイを意識した踏み込みで入る
でスタンバイを意識した踏み込みっていうのはじゃあどういう踏み込みですかっていう話になりますが、ピックっていうのは2通り引っ張り方がありまして、膝から下で引っ張るっていう引っ張り方と、脚力を使った引っ張り方ですねと、この腰のスイングで引っ張るという引っ張り方、この2つがあります。で脚力で引っ張る引っ張り方っていうのはパワー、アタックで引っ張るので、力で引っ張っているので筋力、この筋力で音を出していくステップになるので、スピードはおそらく出しづらいんじゃないかなと思っております。なので、両方もちろんバランスよく使うっていうことが大事なんですが、腰力、腰力、つまり骨のバランスを上手に使って引っ張ってあげるステップの踏み方が重要になってくるんじゃないかなと。このピックですね。背骨を使ってピックが引っ張れるようにしましょう。はい、それで、ピックで腰でしっかりと引っ張ってあげるといいと。で、腰で引っ張るっていうのはどこを意識して引っ張ってるかというとですね、この足ですね、ここの内ももを閉じるというイメージですね。ここの腰に向かって、背骨に向かったこのインサイドのこの A ラインっていうんですかね、アルファベットの A のラインなので、足のベクトル、使うエネルギーのベクトルがこの辺で合わさる感触ですかね。へそあたりで合わさるぐらい意識を持って閉じてあげる力を使うと、ここを持ち上げる力ですね。そうするとこのピックがスタンバイができてると伸び上がっていくので速くなると。でここが閉じるんで横にスウェイしていけるっていうことですね。で今度逆にさっき言った膝で引っ張るとどういうふうになるかっていうと、これ分かりますかね。この足の角度を見てもらうと分かると思うんですけども、ここを引っ張るということは逆に見ると膝を前に出す運動になるので、ここの股はベクトルでいうと開いていく運動、この足が開いていく運動になりますね。ということはサイドステップを踏むときに向こうに開いていく運動が合わさってしまうと。これでサイドステップの中でピックを踏むっていうのを膝下を中心にやってしまうと、動き的に鈍い動きになってしまうということですね。体ごと横に引っ張るのか、膝から下を引っ張るのかによって、ここの重心ポイントが横にずれれるか、ずれるのではなく開きが変わるのかだけのね、移動ということではなくて向きが変わるだけ。この向きが変わってしまうだけのステップになるということですね。加えてですね、ここの骨盤をセンター背骨に合わせるように引っ張ると骨盤の傾きが傾きづらくなるんですけれども、これを開いていくとこう乗っちゃっても引っ張れる運動、もしくはこう足が開く方に、膝上が開く方に向いてしまうので持ち上がりやすくなっちゃうんですね、骨盤の傾きが。そうすると音としては下に落としてボールを鳴らしたいんだけれども、上に引き上がってしまう運動になるので音がかすれてしまうっていうことが起きやすくなるんじゃないかなと思っております。ということで、もちろん両方使うんだけれども、バランスの、比重で言えば上の吸い上げ力っていうこの腰力ですね、ここを引き上げていく、閉じていく運動につながる力をベースに
ここのピックを入れてあげるとサイドステップが早く音が抜けずになるんじゃないかなと思いますので、その辺を意識してやってみてください。まとめますと、まずスタンプは土踏まずを意識、肩幅の中まででサイドで、次のピックの音のために準備をするところまでをワンとしてください。で、吸い上げる方のエネルギーを使ってベクトルを吸い上げる方のエネルギーで軸に持ち上げる力で、ピック、足を引っ張って踏み込む準備までやって吸い上げてあげると。これを膝下を曲げる運動でピックを出そうとしすぎないということですね。吸い上げる。で、そこから膝下が曲がって足が引き上がってタッチに流れていくと。はい。で、加えて言うとですね、それを連続にしたときに今度反対側にこううねるようにして戻ってこなきゃいけないってなると、ここのピックアップの終わった時に軸足が、軸足というか骨盤がこっちに開いてる状態のまんまだとギュッと回してこっち側に行く運動に変える速度が、遅くなってしまうということですね。切り返しが遅くなるということですね。踏み込んでピックアップしている間にここの骨盤をこっち側にひねる方側に動かすつもり、背骨がねじれていくんですけれども、分かりやすくやるとこっちに向いていればすぐサイドステップが踏み込めるようになるんですね。で、ピックアップが閉じるように吸い上げると同時にこういうツイスト運動で踏んでると、その次のステップが向こうに出やすいと。実際にサイドステップを踏んでるときにこんなにねじることはないですけども、こんなに踏み込んでねじって踏み込んでねじってっていうふうには踏みませんが、実際にこう踏んだときにインサイドに足が押さえられていると。これがアウトサイドに終わった状態で振られている状態で終わっていると、次に入るときにこの一歩がピックしづらい一歩になってますので、終わったときにはここが引き上がっている状態ですね。このラインが、せめてまっすぐかもう傾いてるぐらいになると早く切り返してテンポが維持できるようになると思います。踏み込んで向こうに行くエネルギーが残っている状態を引き返すっていうふうに踏み込むと、なかなか連打した時に速さが出しにくいかなと思いますね。その辺を注意してトレーニングやってみてください。また何かね、もう少しここが聞きたいよということがあれば、連絡をコメントいただければと思います。では皆さん頑張って練習してください。